いやー、これはどうなんだろうな。わかんねえな。お、びっくりした。すみません。今ですね、お預かりした時計の中を見ていたんですけども、実は最近多くのご相談があるんです。それが、自動巻きの時計買ったんだけど、なんかすぐ止まっちゃうんだよなっていうお悩みなんですよ。でも中を開けて、こう見てみてもですね、機械にはどこにも異常がないケースがかなり多いんですよね。じゃあ一体何が起きているのか。実は多くの人が良かれと思っているある行動だったり、生活スタイルの変化、それからアンティーク特有のとある怪奇現象が原因なんです。というわけで今回のテーマはこちらです。現行品、アンティーク問わず多発している自動巻き時計がすぐ止まるトラブルについてです。まず現行、アンティーク両方に言える一番の原因は故障ではなくて単純な巻き上げ不足です。そもそも自動巻きというのは腕の振りによって中のローターという奮動が回ってゼンマイを巻き上げる仕組みなんです。でも現代人の生活って時計が発明された時代に比べて圧倒的に動かないんですよ。デスクワークでカタカタ PC を叩くだけじゃないですか。これ時計からすると動いてますっていうレベルの運動量なんですよね。さらにここからがアンティーク時計における怪奇現象その1なんですけども、アンティークの自動巻きは現代の時計に比べて巻き上げ効率が低くなってます。当時は自動巻きの黎明期ですから設計も未熟なところがありますし、もう数十年も前のものですから経年でローターの軸受けや歯車が摩耗しているのはこれは仕方のないことかなと思います。じゃあ摩耗したパーツ交換すればいいと思うかもしれませんけども、多くの場合手に入るのは中古品なんですよね。新品で残っているパーツはほぼないんです。つまりアンティークに関しては運動量の減った現代人が普通に生活をする中で自動巻きの機能だけで動かし続けるのは厳しい。これは運動量の過不足以前の問題もはらんでいるんですね。それなのに動かないからといってシャカシャカシャカシャ激しくシェイクする方いるんですけど、機械からすると突然の震度7ですからローターの軸が歪んでパーツがガリガリ擦れたり、最悪貴重な歯車が欠けます。じゃあどうすればいいのか。今日からできる正しい付き合い方をお教えします。自動巻きと付き合うための鉄則は、運動量の過不足にかかわらず必ず使い始めに手巻きを併用する、これです。毎日使い始めにリューズを時計回りに20回ほどゆっくり丁寧に手巻きをしてあらかじめゼンマイをアシストしてあげるというのが現行時計の通説だと思いますが、アンティークでは 3,40 回くらい巻いていただいた方が使いやすいと思います。朝の儀式としてこれをしておけば日中の低い巻き上げ効率でも夜まで元気に動いてくれます。いやでもさ、僕の持ってる時計手巻き機能ついてない自動巻きなんですけどという方もいますよね。リューズを回してもスカスカ空回りするタイプです。その場合は激しくシェイクするのではなくて時計を縦にまっすぐ持って1秒間に2回のリズムで左右に200回ほど、アンティークならもう100回プラスして優しく振ってください。メトロノームのように一定のリズムで優しく揺らしてあげることでローターが一番効率よくきれいに回って機械に負担をかけずにゼンマイを巻くことができます。この時間を時計と対話する時間だと思ってぜひ優しく揺らしてあげてください。そして最近アンティークの現場で多発している怪奇現象その2がこちらです。自動巻き能力が落ちていることから手巻きを併用して使うことにしましたと。しっかり手巻きをして対処しました。さあ完璧だ。そう思ってもなぜかパワーリザーブが極端に短くてすぐ止まる。24時間も持たない。半日持たないこともある。これなんでだと思います？これはゼンマイが入っている香箱というパーツの中で怪奇現象が起きています。自動巻きの時計にはゼンマイが巻かれすぎて切れないように限界まで巻くとずるっと滑って過剰な負荷を逃がすスリッピングアタッチメントっていう安全装置がついているんですね。これが満タンの時に手巻きされて滑る分には正常なんですけども、最近のアンティークで散見されるのがゼンマイがほどける途中の中途半端な状態で勝手にスリップするという現象です。これどうなると思います？ゼンマイに溜めていたエネルギーがずるずるっとほどけて全ロスないし多くのエネルギーがそがれるんですよ。おそらく原因は香箱の内側とスリッピングアタッチメントの間の摩擦力の低下じゃないかなと思ってます。通常このトラブルはゼンマイ自体の交換が必要になるケースが多いです。でも2026年現在では時計業界全体でパーツ代がかなり高騰しているんですよ。特にアンティークの純正ゼンマイなんてパーツを探すだけでも一苦労ですし、お財布へのダメージも小さくないんですよ。ですがここでちょっと宣伝させてください。当社でお買い上げいただいた時計に限るのですが、私たちの提携職人はこの現象のメカニズムについてよく理解していて、香箱とスリッピングアタッチメントの絶妙な調整技術を持っているので、状態によってはゼンマイ交換をせずに技術的なアプローチで対応可能です。貴
重なオリジナルパーツを生かしたまま息を吹き返させることができるんですね。ですから私たちシェルマンから時計をご購入いただくにあたってメンテナンスの点で憂いをお持ちいただく必要はありません。安心してお買い上げいただければと思います。激しく振りすぎてパーツを壊してしまう前に、それからすぐ止まるなぁと異変を感じたら眠れなくなる前に一度ご相談ください。機械式時計、特に自動巻きはあなたの日常の動きと連動するパートナーなんですよ。ちょっとだけ巻き上げが足りないなと思ったら朝優しく手を貸してあげる。そうやって優しく付き合ってあげれば時計はあなたの寿命を超えて次の世代まで正確に時を刻んで応えてくれます。もしこの動画が少しでも役に立った、時計を優しく扱おうと思ってくださった方はチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。